こんにちは、エージェントゆかりです。リリースされてから割と息の長いゾンボイドですが、難易度が高いゲームのため、未だに長期生存できずにお蔵入りしている方も多いと思います。初心者向けの動画も多いですが、私なりのコツをお伝えしたかったので、私も動画に残すことにしました。このゲームの目標は長期生存ですが、そもそも1週間生存できない人が、1ヶ月先のことを考えて立ち回るのはナンセンスです。この動画では、目標生存日数を1日、1週間、1ヶ月、1年以上といういくつかの区切りで見た時のコツを解説していきます。次のことを考えるのは、目の前の目標を達成できてからで十分ですから。さて、まず開始地点となる街ですが、ルイビルおよびウエストサイド以外がいいでしょう。街の構成としてバランスの良いマルドローがおすすめです。ルイビルやウエストサイドは繁華街が街の中心にあるため、ゾンビに囲まれやすいです。マルドローは大通りが街外れにあるので比較的安全なのです。次にキャラクターメイキングです。選ぶのは大きく分けて2つ、職業と特性です。ですが、本質的には別々な項目ではありません。右下にある消費ポイントは、一見すると特性の取捨選択で増減するように思えますが、実は職業選択でも増減します。職業スキルとして何の取り柄もない失業者の場合、ポイントはプラス8ですが、例えば退役軍人を選ぶとマイナス8になります。この場合、16ポイント消費して退役軍人を取得したということです。そのため、ゲームを開始可能な0ポイント以上を確保するためには、不利な特性を追加でいくつか取らなければならなくなります。しかし、初心者にはそれぞれの職業や特性のメリットデメリットがわかりません。ここで悩んでもしょうがないので、私の言う通りに取得してください。まず、職業は失業者のままにします。序盤は、職業の持ち味はあまり活かされないので。そして、中央上の緑文字の欄、つまり有利な特性から、勇敢、丈夫、目立たない、強肩の4つを選んでください。するとポイントがマイナス16になりますので、その分不利な特性を取得して相殺しなければなりませんが、ここでガブ飲み、食欲旺盛、愛煙家、知読家を選択してください。勇敢、丈夫、強肩は非常に身体能力が高くなりますので、ゲーム開始時点から対ゾンビ戦において無類の強さを発揮します。さらに目立たないを選ぶことで、無用に多くのゾンビに見つかるリスクを下げられます。不利な特性のガブ飲み、食欲旺盛は、その名の通り水や食料の必要摂取間隔が短くなるのですが、民家を数軒回るだけで数日分の食料が得られますので、1日2日の生存を目標にしている段階ではデメリットになりません。また、愛煙家は、定期的にタバコを吸わないとストレスが溜まっていき、悲しみが増加してしまうという厄介な特性ですが、タバコは入手が簡単なので、いくらでも溜まっていきます。これを取っておけば4ポイントもらえるので、不利な特性の中では、最もおすすめの項目です。最後に知読家ですが、これは、スキルブックを読むのが遅くなるものです。スキルを考えるのは1週間生存できるようになってからで十分ですから、今の段階では、何の不利にもならない特性です。これでポイントはちょうど0になりましたので、ゲームを開始できます。残りはアバター作成ですが、ここでの結果はゲーム性に影響を与えません。自由にメイクしてください。それではゲームを始めましょう。サバイバーが出現した建物及びその周辺は、あらかじめゾンビがいなくなります。そのため、民家程度の広さなら基本的にクリアリングする必要はないのですが、今回は珍しく広い建物に出たので、まずは建物内にゾンビが残っていないかを確認します。民家であれば、窓のカーテンを下ろして回り、外から中が見えない状態にすることが大事です。また、室内とはいえ足音は発生します。たまたま家の近くに寄ってきたゾンビに聞かれると、建物内に侵入しようとしてくるため、非常に危険です。不用意にシフトキーを押して走ることをせず、基本的には方向キーだけの歩行で移動してください。できれば C キーを押し、忍び足で進むと良いでしょう。昼間ならまだしも、
疲労や眠気が発生し始める夕方から夜にかけてゾンビに訪問されると、初心者は高確率でゲームオーバーです。それを切り抜けるスキルより、そんな状態にしないためのスキルの方がはるかに大事です。ですが簡単です。足音を立てないよう気をつけてください。どうやらここは警察署のようです。銃や弾薬がそれなりに見つかるので重要な場所ですが、開始場所がここというのは、あまり嬉しくありません。序盤は銃を使わないからです。使わない理由は、銃声でゾンビを呼び寄せてしまうためです。生物兵器とも渡り合えるどこぞの新米警官や、数百体のゾンビさえもなぎ払うジャーナリストならともかく、あなたは一般人です。銃の扱いも素人ですし、武器など振ったこともありません。多くのゾンビを相手にするのはシンプルに自殺行為と言えるでしょう。ロッカーに多少防御力が向上する装備が入っていました。防御が高いと、もし攻撃を受けてもダメージがなかったり、軽減されたりしますので、防御力は極めて重要です。防御力の差で命運が分かれる場面は非常に多いです。開始時点は夏なのであまり厚着はできませんが、背に腹は変えられません。ヘルメット、ジャケット、革手袋、デニムジーンズ、軍用ブーツの5点がよく見つかる防御力を持った衣類なので、見つけたら積極的に装着することをお勧めします。建物を探索する際、かなり入念にドアを閉めているのがわかるでしょうか？建物や部屋に入った際、ドアを開けっぱなしで棚を漁ったりしていませんか？完全にクリアリングが完了していて、かつ外界から素通りできる侵入経路がない状態でなら良いのです。ですが、周辺や建物内にゾンビが残っている可能性があるのに、ドアを閉めずに探索している人が非常に多い印象です。探索中は何かと音を立てるものです。それに気づいたゾンビは、直接こちらを視認していなくても、音のした位置へ近寄ってきます。そのように仮に気づかれていたとしても、ドアを閉めておけば、少なくとも無防備な背後から突然噛まれる可能性はゼロになります。ドアの開け閉めは面倒かもしれませんが、これは初心者だけでなく、割と慣れてきた人でも徹底していないことが多いです。部屋の探索は、できる限り密室状態を確保してから行ってください。ここが重火器の保管室のようです。割といろんな武器があるのですが、前述した通り、今は手をつけないでおくことにします。さて、ぐるりと回っていたら喉が渇いてしまいました。警察署などのオフィスでは、あまり食料は期待できませんが、このようにウォーターサーバーが置いてあることが多いです。これには2、3日困らないくらいの量の水が入っているので、有効に活用してください。結局警察署内にはゾンビはいませんでした。食料と寝床を確保するため、民家を探すことにします。地図を見てみると、右の方のオレンジの建物が見えます。これは民家です。ここに向かってみましょう。地図を見ている間は完全な無防備となりますので、このように外から見えない位置で、ゾンビがいないことが保証された密室内で開くようにしてください。いよいよ外に出ました。外では、ゾンビが数体固まって佇んでいることが多いため、迂闊に進むと発見され、厳しい戦いを強いられることになります。このように視野を広くして周りを確認し、少しずつ進むようにしてください。特に、植え込みの影などは視線が通らないものの、その裏にきっちりゾンビが群れている場合もあります。見えないからいないだろうではなく、見えないということは、そこにゾンビがいるかもしれないという意識で進んでください。どうやら進行方向にはゾンビは見当たりません。そして目指す民家は、2メートルのフェンスや壁の向こうにあるようです。このフェンスや壁はプレイヤーは乗り越えられますが、ゾンビは絶対に越えられません。自分が設置したものでなければ、攻撃されることもありません。ゾンビから逃げる際の強力な手段ですので、うまく活用してください。ただし、見ての通りフェンスなら視線が通るのですが、壁は向こう側が見えません。着地点にちょうどゾンビがいた場合、確実に攻撃を受けることになるため、まだ行ったことのない地点であれば、壁に関しては乗り越えるのは避けた方が良いでしょう。さて、下にゾンビの集団がいるため、近づかないようにしたいです。
ですがここを飛び越えた先は樹木が茂っていて何がいるかわかりません。こういう状況では飛び越えるのは危険です。スニーキングして見つからないようにし、視界の開けた場所で乗り越えることにします。今、木が揺れましたね。なんと、木の陰にゾンビが潜んでいました。うかつに飛び越えていたら攻撃されていたかもしれません。ノックス病感染を有効にしていた場合、もし噛まれたら、その瞬間ゲームオーバーが確定しますので、この判断が生死を分けていたかもしれません。さあ、武器の一つも持っていない中で、このゾンビたちは倒さなければならないようです。ですが、2体までなら恐れることはありません。このように、突き飛ばして1体を倒せば、その上に立つことで動きを封じることができます。あとはもう1体を押し倒している間に倒せば良いだけです。この時、目の前の敵に集中していると、背後から新手が迫ってきていることがあります。こまめに背後も確認し、安全を確保してください。とりあえずそいつを倒してからでいいや、といった甘えが、思わぬピンチを招きます。ゾンビは、こちらの戦闘が終わるまで待ってくれるような優しさは持っていないのですから。茂みに隠れていたゾンビを釣り出して倒します。ここで、極めて重要なノウハウですが、ゾンビに近づいた先で戦わず、必ず今戦ったその場所まで戻ってきてから倒してください。移動先で戦うと、またそこで音が生じます。そうすると、そこからさらに先にいるゾンビに気づかれ、さらなる増援を招きかねません。また、さっき戦った位置からは見えなかったのに、移動先からは別のゾンビの視線が通ってしまい、それによって敵が増えてしまうリスクもあります。ゾンビは同時に2体までなら全く怖くありませんが、3体以上を同時に相手しようとすると、急激に難易度が上昇します。とにかく、複数に同時に見つかることだけは避けねばなりません。さて、民会の障害はなくなりましたが、まだ入るのは早いです。建物の陰にゾンビがいるかもしれません。時々、壁を背に眠っている場合もあります。もし建物に入ってから気づかれると、複数箇所から同時に窓を割って侵入してくるなどの危険があります。必ず周辺もチェックしましょう。手前の小部屋にゾンビがいるようです。でも、ドアであれば数時間は持ちます。慌てて優先的に倒そうとせず、まずはどこにいるかわからないゾンビの索敵を優先しましょう。窓はできる限り破らない方がいいです。でも、窓が破られていない家を探すほどでもありません。ただ、窓が割れていると、ゾンビは無音で侵入してきますので、窓をバリケードで塞ぐまでは、室内でも気を抜かないでください。建物に入ったら、まず最初にドアを開け閉めして、鍵を開けてください。ソロならあまり問題はないのですが、マルチプレイの場合は、仲間の侵入経路の確保になりますし、ドアにダッシュするだけでドアが自動で開いてくれるモッドを入れていた場合、そのつもりでドアにダッシュしても鍵がかかっていた場合は開かないため、そのせいでゾンビから逃げ損ねることもあります。日頃から癖をつけておいた方が良いでしょう。ゾンビが鍵を持っていました。おそらく、この家の家主だったのでしょう。鍵のかかっている建物に入ると、防犯アラームが鳴る場合がありますが、その家の鍵を持っていると作動しません。そのため、もしアラームが怖い場合は、あえて家の中のゾンビを外におびき出し、鍵を持っていないか確認するのも手です。そもそもゾンビは平気なのに、プレイヤーが家に入った瞬間発砲するアラームというのもおかしな話ですけどね。食料を探しています。本当は、先に壁の向こうにゾンビがいないか確認すべきなのですが、ちょっとうかつでしたね。缶詰と一緒に缶切りもあったので、これで2日分くらいの食料は確保できました。意外と缶切りが見つからないことがあり、そのために民家を数軒回らなければならなくなることもあります。冷蔵庫には野菜とお肉がありました。これでもう3日は生きていけます。ここまで来れば、ほぼ今回の目標は達成できましたが、もう一つだけやることがあります。見ての通り、外から中が丸見えです。ゾンビは明るいところを見つけると近寄ってきますし、
姿を見られたら大変です。これを塞ぐ必要があります。ドアの向こうにゾンビがいないかを確認する方法として、今のように一瞬だけドアを開け閉めするテクニックがあります。小さな部屋の中に数体のゾンビがすし詰めになっている場合があり、念のためドアを開けた瞬間武器を振ったりすると逆に危険です。この方法で中を確認すると良いでしょう。窓にカーテンがあれば、そのカーテンはすべて閉めてください。足りない場合は別の民家から集めましょう。2階の踊り場にゾンビがいたなら、1階を家探ししている間にほぼ間違いなく降りてくるので、それがなかったから2階の探索を後回しにしていました。でも本当は、家探しする前に2階も調べた方がいいと思います。階段の上がり際にゾンビがいた場合危険なので、小さく呼びかけて確認しています。立ったまま呼びかけすると、20タイルくらい声が響くのですが、しゃがんだ場合は5タイルくらいの小声になるので、使い分けると良いでしょう。書斎ですね。書斎は使わないので、カーテンを外してしまいましょう。寝室がありました。これで寝床も確保できましたね。寝室のカーテンは外さず、閉めておきます。2階の窓は視界が広く、また、ゾンビがいそうなストリートに面しているため、ゾンビと目が合ってしまう可能性が高いです。効果があるかはわかりませんが、念のため、しゃがんでカーテンを閉めています。外してきたカーテンを取り付けます。ここまでの流れを覚えれば、無事に一日を乗り切ることができるでしょう。微妙に足らないので、家の裏手にあるカーテンを外して、立つ頻度の高いキッチン横の窓に取り付けます。このような優先順位にも気を配ることで、少しでも事故が起きる可能性を減らせます。少しでも慣れた人なら、おそらくすぐに隣の民家に追加分を取りに行くかもしれません。ですが、そろそろ夕方になりかけています。もしそこで数体のゾンビとバトルになれば、暗くなるまで戦闘になるかもしれませんし、ヘトヘトの状態で家に帰り着くことになります。もしそんな時に、家の窓をゾンビが叩いたらどうでしょうか？もう戦うスタミナは残っていませんよね。特に今は最序盤で、近所のゾンビの掃討さえしていません。ゾンビは不定期に歩き回るものです。外出から戻ったら玄関前にゾンビがいた、などということが往々にしてありえます。そのため、序盤はなおさら慎重になった方が良いのです。まとめます。一つ、周囲の状況が明らかでないうちは、物音を立てないようにしましょう。複数のゾンビに見つかると、広い場所で戦う必要があります。ですが広い場所に出ると、さらに連鎖的にゾンビに見つかり、収拾がつかなくなる恐れがあります。そうならないようにするために、まずはゾンビに見つかるリスクを最小限に抑えることが肝要です。2つ、ゾンビは前回戦ったのと同じ地点まで連れてきてから倒してください。これは、音の発生範囲を小さくすることで、ゾンビを呼び寄せてしまうリスクを下げるために必要です。戦闘時に発生する音は意外に大きいのです。3つ、まだ余裕があるうちに家に帰ること。序盤は探索を終えて帰宅した後にゾンビの襲撃を受ける可能性が高いです。これを撃退するために体力は十分に残しておきましょう。まだいけるという油断は将来のリスクを高めているということなのです。最初の1日は武器もなく土地勘もなくその上ゾンビに囲まれている状態です。簡単なはずがないのです。過剰なほど慎重な行動を心がけてください。そうすれば少しずつでも着実に道は開けていきます。以上でこの動画は終わりです。ためになったと思ったら高評価をつけていただけると嬉しいです。見てくれる方がいそうなら以前私がルイビルに潜入した時のお話でもしてみたいですね。それではさようなら。